こんにちは。今回でストーリーはついに完結、ファイナルレース編です。グランプリに参加のみんなお疲れじゃお。これから表彰式に移るじゃお。主催のドッ国王が賞金と賞品を用意してもうすぐ到着するじゃお。噂をすれば到着したじゃお。ほーはははは。諸君、今回のワールドグランプリはどうじゃった？楽しんでくれたか？実は世界中からわしのところにまだまだ物足りんと怒りの声が殺到しとる。これにはわしもがっかりじゃ。そこでじゃ、わしが特別に最強のギア使いロボを用意した。今すぐ優勝決定戦じゃ。何よそれ、聞いてないわよ。冗談じゃないわよ。おい、最強のギア使いだと？どのチームが優勝した流れなんですかね。これバビロンとかダークが帰ってない時点で矛盾してるし。声の主はドクターだな。何のことじゃ。わしはドク国王じゃぞい。へっ、バレバレだぞエッグマン。そろそろ正体を見せたらどうだ？誰が何と言おうとわしはドク国王じゃ。いいから黙って参戦せい。賞金ざっくり財宝がっぷりじゃぞ。それも嘘なんじゃねえだろうな。あんたぶっ壊れたんじゃなかったの？何か裏がありそうだな。まあ修理に出してたし、ただ決勝から大して時間がかかってないと考えると、そんなあっさり治ってるのもおかしいか。最後まで仕込まないのがお約束じゃお。この優勝決定戦で一つ全てがはっきりするじゃお。最初から3周レースです。ライバルが多いためアイテムの妨害は注意。このコースの共通注意事項にもなるのですが、下ルートに落ちてしまうとかなり厳しいです。多少出遅れてでも上ルートを維持しましょう。最初の通路は3つのうちどこでも大丈夫ですが、通路は風がないため落下に注意。手を伸ばしている間は落ちません。終点ではジャンプの必要があります。その先は左のレールに乗りたいですね。乗るのに失敗した場合は右に向かいます。パワータイプ用通路ですが、ぶつかりながら突破しても下に落ちるよりかはマシなタイムになりますので、曲がり角になっているパイプは乗らない方が早いです。当然ながら通り道でありながらエアーを補充する手段でもあるので、少ない時は積極的に乗りましょう。ジャンプ台の後は条件不明ですが、レーンが3種から変化するっぽいです。ダッシュパネルのみのダッシュレーン、アイテムボックスのあるアイテムレーン、ビームが置いてあるリングレーンのどれかになります。確定要素なのでここでの期待はしないようにしましょう。その先3分岐となりますが、スピードタイプなので真ん中に行きましょう。ポールで曲がった先、終点でジャンプするとブラインドレールに乗れてショートカットできます。その先は通路を抜けて右のジャンプ台を飛ぶと1周になります。 S ランク以上で上ルートに進めますが、今回は失敗してるので上の説明はまた後で。とりあえず1周目に通ったように下に落ちたりしなければそんなに苦労せず終わります。操作のしゃがんで飛ぶのとフロールのために横に手を伸ばす以外は必要ないため、その2つでミスをしないように練習しましょう。今度こそブラインドレールに乗ってみます。ちなみに左側にポールがありますよね。これに左手を伸ばして掴むと裏道に入れて、これも上ルートかつリングを大量に獲得できます。通路が狭い場所とかと違って広い道の中にあるため思った以上に掴みにくいのですが、狙ってみる価値はあります。ただし失敗すると下ルートになる場合があるので、安定重視なら今回のようにブラインド狙い、1周目のように右に流されたら無理やりパワールートで行くのがいいでしょう。そういえば前回前々回でエミーやシャドウがなぜ参加したのかわからないと思う海外版の方を調べたら、なんと説明書に書いてありました。そのついでの話なんですが、海外版は説明書が独特で動きは分かりにくくなってしまったものや完全に間違えてるものもあったのですが、一部は日本よりも分かりやすい上に説明書でスキル一覧も書いてあってかなり便利でした。ちなみに日本は一通り説明はあるのにアイテム説明のページに動きの例が書いておらず、キャラ紹介にチームバビロンとヒーローズに加えておもちゃ音イックマンだけど結構省略されてしまっています。こんなところに格差を感じるとは。上ルートは左のダッシュパネルに乗ったら手を上げてポールで飛びます。飛んだ先ももう一回ポールがあるので手を上げておきましょう。最後にジャンプを決めるとブラインドで来た道と合流します。で、話を戻すとエミーの参戦理由は
ソニック R に似ており、ソニックと一緒にレースがしたいから参加というものでした。シャドウは大会自体に興味はないが、ソニックに沿って自身の実力を証明するためとありました。2人ともオリンピックシリーズとかを見ると何も違和感のない理由なんですが、なぜ日本版では省略されたんですかね。むしろこの2人がこういった場に来るには理由が当たり前すぎて省略されたのか。もしかしたら海外版では本編でも触れてると思って一応英語版の動画を確認したんですが、表現の差は多少あれど言っていることは大体変わらずでしたね。チームローズとダークを取り急ぎ確認してみましたが、カラーズほど威訳みたいなシーンは見つかりませんでした。というわけでゴール S ランクのタイムは不明ですが、4分超えたらアウトな気はします。最初の方で話したように下ルートがすごく遠回りですので、落ちなければ大体大丈夫だと思います。このポンコツが最強のギア使いだと冗談でも笑えねえぜ。グランプリの主催者のくせに EX まあギアのことは一応量産型ライダー作れるぐらいの理解はあるとはいえ、特別ギアについては詳しそうな感じしませんよね。まさか賞金が惜しくなって逃げたんじゃないでしょうね。そういえばドクターの姿が見当たらないな。おーはっはっは。やっとお出ましかエッグマン。バカどもめ、わしが E1 万は初代の時も同盟だから型が変わってませんね。エッグポーン並みに基礎設計が優秀だったのかな。集めたデータはわしの特製ギアにインプットさせてもらった。これぞ究極のギアじゃぞい。あいつがこそこそやってたのはそういうことだったのか。ルージュのどっか言ってた発言からしてこまめに直接データを私に言っていたんですかね。通信みたいなのをするとバレる可能性もあるし。無敵のわしと勝負する度胸のあるやつはおらんのか。あんたなんかに負けないわよ。ゾロはいけないです。こうなりゃ意地でも賞金はいただくぜ。ほほほほ、みんなやる気じゃな。わしが世界一だと思い知るがいい。3作目にしてついに直接対決。前の2作だと事件が起こるまで後方にいて対面したかと思ったら逃げ出しますからね。勝者が決まると信じたんじゃお。みんなにチャンスがあるじゃ今回も3周レース。コースは前回がスタンダード版でしたが、今回はエキスパート版となります。このコースの勝ち方ですが、スタンダードと同じく最初の分岐は下ルートに入らないようにすることです。最初の通路は手を伸ばす方向が横ではなく上になっているので注意。今回はなんとエアライドとグラインドがなくなっており、クオールもないので上に行くにはパワーの道しかありません。一見無理に見えますが、ここはエッグマンを利用します。エッグマンは当然パワー用ルートを通るので後をつけましょう。2周目以降でトップの時は自分でぶつかって無理やり通ります。ぶつかってしまうと当然減速ですが、それを含めても下を通るよりスムーズに抜けられますので、また上に手を伸ばすとリングを取れますが、終点にはエアーの30回復するカプセルがあります。曲がった先も同様の配置なので、リングが満タンでもカプセルを回収しておきましょう。その後は右側に向かい、さらに右に手を伸ばすとポールを掴んでショートカットです。その先も全く同じ道になっていますので、同じく右側に移動し、右に手を伸ばしてショートカットに入ります。ここから先がスタンダードと違いレッドパートがあります。手を広げると減速し、これで障害物を回避しようと言われますが、回避の必要はありません。周期次第では手を広げなくてもそのまま普通に抜けられるし、万が一当たってもそんなに減速しないので、むしろ減速しつつぶつかった時のロスがやばいです。その先は中央のグラインドか右側のパワーを無理やり通るのがおすすめですが、今回は落ちています。実は前半の下ルートの遠回りの方がヤバすぎて、こっちは落ちてもそんなに遠回りじゃなかったり、先に行ってしまうと今回は2回は落ちた上で S ランクになります。ただし1回は上を通らないとさすがに間に合わないため、最低1回は上に行けるようにしましょう。ちなみにゴール前のジャンプで上に行った場合はスタンダードコースと同じくポールで2回飛んだ後にジャンプを決めれば上ルートに行くことができます。さすがにパワー用ルートの標高突破よりかはタイムが良くなるため、できればこちらを決めたいですね。時間が余ったので今作のアイテム紹介でも前作はほぼ変わらずでしたが、今作はさすがに仕様が結構違います。まずはロケットソーダ。
自動で加速するアイテムですね。加速中は他のレーサーや障害物も吹き飛ばします。使うには手を振り続けます。今作は2作目と同様、アイテムでしか攻撃ができないため、加速に加え攻撃もできるありがたい効果です。次はリングコン。同じく振り続けて使います。中からリングが出てきて獲得可能。もちろん直接もらえるリングボックスもありますが、こちらは任意のタイミングでリングを出せるので強み。速攻性がないのがデメリットでもあるのですが、レベルアップを遅らせたいとかそういった時だと嬉しいですね。次はオクトパスラットです。今ちょうど持ってますね。手を振り下ろして使います。使用後、その場に黒い丸を残します。これに触れると視界は一定時間悪くなるだけです。オールスターレーシングと違って飛んでくる攻撃を防ぐ役割はないため、正直外れ枠に近いですね。次はオクトパスブーストです。先ほどと同じく手を振り下ろして使います。その名の通り加速するのですが、瞬時に加速というよりかは自動で一定時間速度が上がる方が正しいです。ソーラと違って攻撃判定はない代わりにコントロールができます。ただし加速しているため狙った位置に行くのは難しいので注意。次はツーショットです。見た目通り両手を下に構えてから上に向かって振る、つまりゴルフスイングで飛ばします。この攻撃はなんとライダーズシリーズ初の1位に対して的中する攻撃です。ソニックのレースシリーズを今まで見てきて気がついたと思いますが、他の作品でよくある1位に対する攻撃手段が用意されてこない中、ついにこの作品で登場しました。勝てると減速するだけではなく、この攻撃を受けたらレベルが1になってしまいます。逆転のチャンス。ちなみに近くを走っている別のレーサーも衝撃が伝わり少し減速します。当然直撃が一番痛いのに押し付けた相手にも多少は被害が出るようになっています。最新作のクロスワールドでも1位に攻撃するアイテムがあるものの、同じく後続に巻き込みやすい性能で、もう一方は2位も同時に攻撃します。1位だけに被害がいかないようにするか、いっそのこと、そういったアイテムは作らないと一貫しているのがソニック作品ならではのこだわりですね。ちなみに先ほどのゴルフスイングはバイクだと両手を下げたらブレーキになってしまうため、操作がしやすいようにフリースローというバスケットボールのアイテムに変化。こちらは両手を上げてから振り下ろします。今回はセーフですが、今見ているようにハーフパイプで飛び出さずに進み続けることがあります。バグが発生するとたまにこれで落下してしまいます。そうなると大幅にロス&レベルダウンでクリアが困難に、素直にやり直しましょう。スローイングボムです。ミッションでも使いましたね。軽く投げるだけで相手を追尾して攻撃とモーションの手間と効果を両方で評価した場合に優秀すぎるアイテムです。あと少しだけ紹介してないアイテムがありますが、時間の都合で後回しにします。 S ランクのタイムは5分27秒以内かな。5分30秒で B ランクの報告があるので、少なくとも今回がかなりギリギリってことで間違いないです。最後に落ちなければ余裕ですよ。3周目のような動きができるようにしましょう。これはまあミスやバグに遭遇することがあってもいけるということの証明ですので。なぜじゃ、なぜわしが負けるんじゃ。普通に乗り手が適用できてないだけでは。どこかで入力ミスしたんじゃないの？そういえばドクターのロボットは煙を吹いていたな。今にして思えばパッとしないロボだったもんね。まあ色が違うだけで量産型ロボットですからね。デモチームダークでは活躍してましたよ。ウェーブ、手を貸してやったらどうだ。ついでに集めたデータをいただきだわいな。雑魚のデータなんか集めたってジェット様の役に立たないわよ。ロボだのエッグマンだの、そんなことはどうでもいいぜ。俺様は賞金をいただいて。待ちなさい。賞金はみんなで山分けよ。独り占めは言ってないです。やれやれ、とんだ茶番じゃねえか。なあ、あいつなんだか様子がおかしいぜ。危ないじゃお。爆発するかもしれないじゃお。みんな逃げるじゃお。お前はメタルソニック。おいおい、エッグマンも正体を知らなかったってのか。どうやらメタルソニックは自分でデータを溜め込んでエッグマンにも内緒にしてたみたいだね。青いロボの正体は
まさかのメタルソニック、競争に興味があること、データを集めることといい、彼らしい役回りでしたね。メタルソニックはソニックと勝負したがってるちゃお。奴はあらゆるデータを元にソニックと勝負したがるのも相変わらずですね。そしてメタルソニックといえば OVA からライバルズまで続くあらゆるデータを取り入れ、最強の存在として立ちはだかる立場、レース作品のラスボスとしても違和感のない存在になりますね。これが本当の最終ミッション、メタルソニックと一騎打ちで最終レースです。前回と違いパワー用のルートが封鎖されています。ちゃんとスピード用のルートで走り切れるように頑張りましょう。道がないので1周目は下ルート固定です。それと注意してほしいのが、今回はアイテムボックスが一切ないこと。リング集めの効率が悪いのはもちろんエアーの補充もできないので管理を大事にしましょう。下ルートのカーブは外側で大丈夫です。理由は曲がるのが難しいことに加えて、外側の場合リングとポールの位置が同じためリングが取りやすく遅れも取り戻しやすいので、こっちのルートはリングがないので普通に進みます。ハーフパイプの先ですが外側がグラインドレールになっているのでそのまま乗るのがいいでしょう。反対側の列に入った場合は右に手を伸ばすとスイッチを押せて先にポールが出てきてグラインドで進んだ場合と同じ道に合流できます。ミスった際のリカバリーとして覚えておきましょう。ここはもう見慣れた場所ですね。できる限り右側に。この後ですが右側は封鎖されているので中央の通路に入る必要があります。どうやって調整するかというと、着地が左に傾け中央の通路と同じ位置についたらしゃがみます。こうすると左右に大きく動くことがなくなり、その先でする必要があるジャンプの準備もできるのでこの方法でいきましょう。前もってしゃがんで位置を定める。これができれば怖くありません。残りの区間で注意したいのがゴール前のジャンプ台。当然チャージをしっかりして上に飛びましょう。今回はパワールート自体がないためその先の上ルートに行く手段はこれしかありません。今までと比べてここの重要性が段違いなので注意。スタンダードの時と同じではあるのですが一応上ルートの解説、登ったら左に移動します。そうしないと落ちるので注意。ダッシュパネルに戻れば大丈夫です。その先手を上にしてポールを掴んでジャンプを2回、最後の道でジャンプを決めれば無事その先も上ルートに入れます。曲がった先の通路、中央にリングがあるので回収できると有利に。ジャンプ台の後は手を上にするとリングを取れますがミッション2と違ってアイテムボックスがないのでエアーは補充できません。2つ目のリングに列を抜けたら右からいつもの道に合流です。アイテム紹介の再開、ボーリングストライクです。手を下から上に上げるようにして動かすと投げます。ボールが巨大化しながら転がっていきます。壁とかに当たると反射してそのまま軌道が変わりますが当然逆走してくることがあるので注意。また止まった後はしばらくその場に残り続けて設置トラップのようにも機能します。最後はスペシャル、最低でも2周目からでなおかつほぼ最下位で前とそれなりに離れていないと出ないアイテムでまず見るのに一苦労。効果はエアーが一定時間無制限にブースト中にブーストするとさらに効果が大きいブーストがかかり、またブースト中に過去作でのアタックができます。モーションや武器は完全に過去作の使い回しとなっているのですがシャドウとシルバーはグラビティダイブが廃止された影響か浮き上がって突進に変わります。新キャラのベクターとメタルもあるのですが撮影が大変なので割愛、一応説明するとベクターがネックルズ、メタルがシャドウに近い感じにはなります。気になる人は自分で確かめてみましょう。そういえばこれが最後のミッションですね。いろいろ攻略してきましたが役に立ちましたかね。ボロボロで走り切っているミッションもあるものの他のミッションではちゃんとルートが違って綺麗に走ったりしているので各コースの攻略自体は問題なくできたと思います。とはいえうまく動かせるようにならないと結果的に取り入れにくいのがこの作品。多分思っているほど動かなくても反応するのでまずは疲れすぎない程度で綺麗に動けるように加減を覚えましょう。これは意外と忘れがちですがキネクトとの距離は特に大事です。仮に体全体が認識されていてもそこより少し下がるぐらいにした方が認識精度が上がります。また狭いスペースで遊ぶときは設定画面からカメラの角度を調整するのも大事ですね。自動調整ばかりしていると忘れがちなのですがキネクトはコントローラーから操作すればカメラの角度を任意に設定することができます。動いているのに反応が悪いときはそれよりも離れる設定画面を見て位置調整すること。
そんなわけで今までと違ってこれを見れば絶対できるとはいかないものの、もし過去にミッション ORS で挫折した人の役に立てば幸いです。また次回からのタイムアタック編でも色々とタイム短縮につながるテクやルートを紹介していきますので、あと一歩届かないという人はそちらも見ていただけると役に立つかもしれません。クリア特典は隠しキャラとコースが出ます。その内容ですが次回で早速わかるのでこの場では発表しません。見てからのお楽しみですね。ここまでシリーズを見てきた人は色々と楽しめる内容だと思いますので次回もぜひご視聴ください。 S ランクのタイムは5分25秒以内かな。はっきり覚えてないのですが27秒でゴールしたらダメだった覚えがあります。妨害が想定されてない分ミッション2と比べて若干厳しいみたいです。全部のミッションで S ランクを取ったのでギアのカオスエメラルドを入手。これ以外の作品でも同じ条件で手に入ります。このギアを使うと変身できるスーパーソニックはまた次回でお披露目となります。素晴らしいじゃお。息つく間もない緊迫感だったじゃお。最終戦にふさわしいレースだったじゃお。メタルソニックが逃げるじゃお。メタルソニックがラストに来るのは良かったんですが、ここでソニックから何もないのがちょっと残念かな。メタルを喋らなくてもソニックから毎回何かというのがお約束だったので、初めから賞金も商品も用意してなかったんじゃないのかな。まったく自分で主催して自分でめちゃくちゃにしてりゃ世話ないぜ。手ぶらで帰らなきゃいけないなんて盗賊団の直れじゃないの。ボスに申し訳ないわいな。そうでもないぜ。俺様は結構楽しかったぜ。なんだかこうなる予感はあったんだけどね。ドクターの人騒がせはいつものことだ。なんだよ俺様ただ働きかよ。ベクターさん、お気の毒です。いいじゃないの。こんな可愛い女の子2人と一緒に出場できたんだから。ねえソニック。まあなんだかんだ言ってみんな楽しめたんじゃないのか。珍しい勝者の支援のある意味原点のソニック R に回帰。よくわからない結果に終わったじゃお。でもソニックの言う通りみんな楽しませてもらったじゃお。今から次のワールドグランプリが楽しみじゃお。その時みんなまた会うじゃおよ。バイバイじゃお。今まではいつになるのかと思いましたが割とすぐに会えそうですね。というか今思ったんですが、歴代のワールドグランプリって誰が優勝してるんですかね。ソニック R はソニック側の誰でも成立するような気がするし、ライダーズ初代がバビロン編を制止とした場合はバビロンシューティングスターストーリーだとワールドグランプリで待ってるでからのバビロン編ではあの事件で後日談でもグランプリじゃないところで競ったりし、今回もよくわからないオチです。ジェットやソニックが言う通り楽しかったらそれでいいのかということでついにストーリーが終わりましたね。今までのツッコミとかと同じはなしも出るかもしれませんが、まずは今回全体を終えてのストーリーの感想でも、ヒーローズとバビロンは相変わらずのライバル関係がよく描かれていました。いつもの3名ではないもののローズとダークの2チームもついにストーリーに登場。それぞれ違ったメンバーを交えての組み合わせも楽しめましたね。これは素直に良かったと思います。ラストはついにメタルソニックという今まで出番のないキャラの参戦。強くなるためにデータを集める。最後はソニックに挑むというのもキャラの設定に忠実でこれまたいい役になったと思います。いろいろな作品を見ると直接戦うこともありますが、やっぱりレースをしたいと言って挑んでくるのがメタルらしいですよね。エッグマンはついに参戦でしたね。ライダーズでは何かと事件の最中逃げちゃうことが多い中、最後の戦いはメタルだったものの、その前座としてしっかり強敵として立ちはだかりました。シリアスな設定とかはなくなった分、本来の敵であるエッグマンとメタルの存在感がしっかりと出ているのは雰囲気にも合っていて良かったです。ゲーム自体も理想的な出来だと思うんですよね。エクストリームギアを体感できるという楽しい作風はもちろん、今までのキャラの技やボイスがうまく使い回されており、それが Xbox 360の高性能でより綺麗なグラフィックになっているのが普通に嬉しいですね。思ったのですが、これ同機種のオールスターレーシングがアーケード展開できてたのを考えると、普通にアーケード版を作ったらもっと評価されたのでは。キネクトなのでスペースの問題さえ解決すれば直感的に遊べる作品ですし、
これが家庭用というのも評価される点ではあるのですが、そもそもプレイの敷居が高いせいで評価が正当にされないというのが一番悲しいところでしたね。もし今言ったようにアーケード展開でもして好評になれば、ライダーズシリーズに別の未来があったのかもしれません。これでとりあえずのライダーズのストーリーは終わりましたね。厳密には過去2作のミッションにも少しだけ話がありますが、それは一旦後回し。次回からはタイムアタック編になります。こちらは全2回ぐらいで終わる非常に短い企画です。その後、以前動画内でも話したようにチームソニックレーシングの撮影を考えていたのですが、ミッションモードの方の動画時間的に発売日までに間に合う保証がないので、一旦保留とさせてください。よってタイムアタックが終わり次第また過去2作のミッションに戻ろうと思います。チームソニックレーシングは時間が取れない場合一切扱わないとするか、ストーリーだけ抜粋して一部大事そうなシーンの考察とかにとどまるかもしれません。とりあえずミッションはクロスワールドの発売日までには終わらせたいですね。まだ手をつけてないのでなんともですが、編集がサクサク進むようでしたらよりペースアップでの公開も考えています。これからも様々な攻略情報を提供していきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。エンディングもそろそろ終わりですね。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あ、ここはスタッフロールに勝手に自分の ID とキネクトから映された実写映像が思いっきり映るので iPhone でごまかしておきます。ちなみに写真を確認したところ、ジャンプ中の映像が映っていたため、ここの写真に自分を写したくないとか、何かネタで写したいものがあるとしても、ゴール後には撮影してないので無駄です。